こんにちは、名神工業です。この動画は一般の方がコーキング工事を行う際に材料購入の参考になればと思って作成しています。実際にホームセンターに売られているものを詳しく紹介していきたいと思います。第2回目はこちら、コーキングガンです。今回はこのコーキングガンについて詳しく紹介していきたいと思います。はい、こちらが実際の商品になります。有名メーカー品とオリジナル商品で形が対になるように買ってきました。値段が真ん中ら辺のところの有名メーカーのコーキングガンです。こちらはそれに合わせた形のコーキングガンです。もう1種類は一番低価格のコーキングガンになります。まずこの2つを比べてみましょう。こちらがだいたいお値段が2000円。そしてこちらがだいたい700円ぐらい。この2つの特徴はロータリー型と呼ばれていて、この部分くるくる回るようにできています。これはコーキング剤のノズルのカット方向を自由に向きが変えられるという便利な機能です。こちらもオリジナル商品のロータリータイプです。くるくる回りますね。そして一番低価格なタイプ、これ200円ぐらいだと思いますが、これは回らない、ロータリー型ではないのでここが回りません。はい、こちらの有名メーカー製のコーキングガンにはこの部分、金属のプレートがついています。この部分はリリースプレートと呼ばれています。実は重要な役割があります。後で解説します。このオリジナル商品のこの部分は先ほどのリリースプレートがありません。そして一番低価格のコーキングガン、ここにリリースプレートがあります。はい、まずコーキングガンはこの真ん中の棒の部分、これをロッドと言いますが、ロッドを下げることから始めます。このリリースプレートを押し込みます。リリースプレートを押し込んだらロッドを引きます。一番後ろまで下げます。そしてこの部分にコーキング剤をセットします。このロッドを引き出す時に注意するのは、この部分をトリガーと言います。このトリガーを少しでも握ったような状態ではリリースプレートを押し込んでも引っかかって抜けません。ですのでこちら側を持った状態、トリガーに手をかけないような状態でリリースプレートを押し込む、引き抜いてください。はい、ロッドを引きましたらここにコーキング剤を入れます。ゆとりがありますので一番奥まで押し込みます。もう一度やります。最後まで引っ張ってゆとりがありますのでロッドを押し込みます。これは何もレバーを操作しなくても押し込めます。最後まで押し込んだらいざ工事開始です。ホームセンターオリジナル商品のコーキングガンの場合、リリースプレートがありませんのでこれはこのまま引き出せます。リリースプレートの作業がいりません。これも少しトリガーを握った状態ですと抜けませんので、ロッドを引く際にはトリガーに手をかけないようにして引いてください。ロッドを最後まで引き出しましたらコーキング剤をセットします。コーキング剤をセットしたらロッドを一番奥まで押し込んでください。そしたら工事の開始です。次は一番安いタイプです。こちらもまずロッドを引き出します。これもトリガーに手をかけないようにリリースプレートを押し込んでロッドをリリースプレートを押し込んでロッドを引き出します。これは安いので今気がついたんですが、
リリースプレートを最後まで押し込みすぎると引き出せません。ちょっと最後までいかない、このちょっと途中のところまで、これで引き出してください。引き出しましたらコーキング剤をセット、最後まで押し込みます。そしたら工事開始です。はい、コーキングガンの機能の一つ、リリースプレートです。コーキングを打った際に中に溜まっている圧力を抜く効果があります。このリリースプレートを使わないでいると、中の圧力によりコーキング剤が溢れて出てきてしまいます。実際にやってみましょう。まずコーキング剤を打ちます。そのままにしておくと、このようにコーキング剤が溢れて出てきてしまいます。次はリリースプレートを使ってみたいと思います。同じようにコーキング剤を打ちます。リリースプレートを押しました。そうするとコーキング剤は垂れてきません。このリリースプレートを使うことで中の圧力を抜くことができるからです。コーキングを行う際には、打った後に必ずリリースプレートを使ってください。そうすればだらだらいつまでも材料が出ることはありません。次は有名メーカー製のコーキングガンです。同じようにリリースプレートがありますが、これは少し工夫がされています。この商品はリリースプレートを押さなくても中の圧力が多少抜けるという機能を持っています。ですので同じように打ってみても垂れてきません。ただ多少抜けるだけですので、あまり圧力が残っていると出てきてしまう場合もあります。ですのでやはりこのリリースプレートを少し押すことが大事です。最後はホームセンターオリジナル商品です。この商品にはリリースプレートがありません。リリースプレートがない代わりにバネが入っていて、圧力を抜くような構造になっているようです。実際に試してみましょう。コーキング剤を打ちます。垂れてきませんね。リリースプレートがなくても垂れないようになっているようです。ただこちらもあまり圧力が高いと垂れてきてしまうかもしれないので、最後少しロッドを引いてあげる。こうすることで垂れなくすることができます。それでは実際にコーキングを打ってみましょう。コーキングを打つときに大切なのは空気を入れないことです。空気が入らないように材料を打ち込みます。この時あまり少ない量だと仕上げるのが大変になります。再度同じところを打たなければならないので、少ないよりは多少多めに打っておくことをお勧めします。もう一度いきます。空気が入らないように少し多めに打つことが重要です。それではこれを簡単に仕上げてみたいと思います。仕上げのヘラについてはまた後日解説します。必ず往復で仕上げます。材料が少ないと片側行った時に埋まっていません。戻ってきても隙間が空いてしまいます。これでは仕上げが汚くなりますので、できれば多めに打っておくことをお勧めします。それでは仕上げてみたいと思います。片側に行って忘れてましたが、多少多く打っても
仕上げのヘラがこのマスキングテープの幅を超えていなければ他を汚すことはありません。戻ってきて最終仕上げです。一回一回ヘラをきれいに掃除します。行って掃除、戻って仕上げです。最後にテープを剥がします。このように巻き取れば手を汚さずに取れます。余ったコーキングのカートリッジなどを使って巻き取ってもいいです。このように仕上がります。このような四つ地の目地がある場合、空気を入れないために必ず真ん中からそれぞれの方向にコーキング剤を打ちます。そしてやはり2手で仕上げます。この十字部分なんですが2手なので、下から行くやつと上から来るやつ、片側は横から行って片側はもう横から行きます。そして最後ここが下に向かっていくのと上に向かっていくの、このように仕上げます。このように仕上がります。もう一つ皆さんが経験するであろう困った事態、こちらを仕上げました、こちらも仕上げました、最後真ん中どうしよう、こうなった時、対処法、優しく撫でるです。余ったコーキング剤はこのままノズルをつけたままにしておけば半年ぐらいは次回また使えます。ノズルの中の材料は固まってしまいますが、ノズルを外して新しいノズルを取り付ければ使うことができます。もし外してみてこの中まで固まってしまっているようでしたら、新しいものをお買い求めください。コーキングのヘラも材料が固まる前によく拭き取ってきれいにしておけばまた次回使えます。はい、今回はコーキングガンについて解説いたしました。値段差はありますが、やはりこの一番安いのは少し使いづらいと思います。ホームセンターオリジナル商品、他のホームセンターでも同じようなタイプ売っていますので、これぐらいの商品を買っておいた方がいいと思います。有名メーカーのこちらの商品、有名メーカー製なだけあって機能も優れていたと思います。ただ値段差がありますので、1回か2回やる程度だなと思われる方はこちらで十分だと思います。何回も挑戦してみようという方はこれぐらい買っておいた方がやりやすいかもしれません。簡単ではございますが、これでコーキングガンの解説を終わりたいと思います。今回はコーキングガンでしたが、次回はこちら、コーキング剤について解説していきたいと思います。
いろんな種類のコーキング剤があって、どういう場合に使えばいいのか、どんなところに使えばいいのかわからないと思いますので、詳しく解説していきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。名神工業でした。